はい、こちら中房温泉の第2駐車場です。今日はここで車中泊をして明日燕岳に登ろうと思います。夜の11時ぐらいに駐車場に着いたんですけど、ほぼ満車で、後から来た人は第3駐車場の方に回ってました。第2駐車場は登山口から近いのがいいんですけれども、トイレがなくて、第3駐車場に簡易トイレがあったので、そこまでさっき行ってきたんですけど、第3駐車場の方は半分ぐらいまだ空きがあったので、まだこのぐらいの時間なら止めれると思います。はい、じゃあおやすみなさい。今回は北アルプスの名峰燕岳に登ります。標高2763メートル、常年山脈に位置し、その優雅な山容から北アルプスの女王とも呼ばれる美しい山です。白く輝く花崗岩、夏を彩る高山植物小草、そして槍ヶ岳を望む大パノラマなどが見どころです。燕岳からお天正岳、槍ヶ岳へと続く表銀座や、常年山脈の稜線を城ヶ岳へと縦走するパノラマ銀座は、北アルプス屈指の絶景ルートとしてとても人気があります。今回は中房温泉登山口から円山荘へ登り、表銀座の稜線を歩いてお天正岳までピストン、円山荘のテント場で一泊し、翌朝燕岳からのご来光を見て下山する計画です。おはようございます。中房登山口まで来ました。今日は天気はいいという予報だったんですけど、昨日の夜は車中泊をしていて、その時は雨がちょっと降ってました。朝方は雨も止んで、雲の隙間からは少し晴れ間も見えている感じです。じゃあ行ってきます。中房温泉から燕岳へ向かう代表的な登山道は合戦尾根コースです。燕岳までの距離は 4.6 キロ、標高差は約1300メートル、歩行時間は4時間40分です。合戦尾根は北アルプス三大急登の一つとして知られていますが、登山道はよく整備されており、初心者でも安全に歩けるコースです。道中には4つのベンチとスイカが名物の合戦小屋があり、休みながら無理なく登ることができます。登山口に入って直後から結構な急登が続いています。今回初北アルプスということで燕岳を選んだわけなんですけど、北アルプスの入門編として一番お勧めされていたので、今回はここに来ていました。意外にきついな。やはり夏の低山と比べて涼しくて歩きやすいですね、北アルプスは。ベンチが見えてきました。こちらが第1ベンチですね。ちょっと休憩していきます。結構人が続々と来ていて、
第1ベンチも混雑しています。はい、ベンチは全部で4つあって、だいたい30分間隔ぐらいで並んでるようなので、その都度休憩しながら進んでいきたいと思います。三大急登と呼ばれているめちゃめちゃしんどいところはどこなんでしょうかね。ちょっとちゃんと調べてなかったんですけど、うわ、日が出てきました。はい、さっきから何の音かと思ったら、こうケーブルの引っ張る音ですね。はい、合戦小屋までこのケーブルを使って荷物を運んでいるということです。はい、荷物が来るかなと思ったら、ここがベンチだ。第2ベンチです。意外に早かったな。はい、第2ベンチ。はい、第2ベンチが満員となって、めっちゃ人が溢れ返っていたんで、早々に出てきました。はい、第2ベンチから先は平坦な道が続いています。ここで距離を稼いで、その分あれか、高度が稼げないから後でしんどい急登が待ってるってことですかね。はい、景色が開けたところに来ました。この辺は結構階段が急でしんどいです。もうすぐ第3ベンチがあると思うんですが、ベンチだ。第3ベンチです。すみません。大丈夫です。はい、この時間になると登る人と降りる人が結構交差して渋滞しますね。はい、第3ベンチから富士見ベンチまでは結構急登が続いてます。はい、こちらから街が見えます。はい、富士見ベンチまではまだまだありそうですね。結構ここが一番しんどいかもしれないです。富士見ベンチありました。富士山はどこから見えるのかな、ちょっとわからないですね。はい、円山荘まであと 2.4 キロ、長村温泉が 3.1 キロなんで、半分以上は来てますね。結構岩登りが険しいですね。
合戦小屋まであと10分。もうすぐです。おー、はい、合戦小屋まであと5分。いいですね、こうやって、はい、あと何分って書いてくれると、なんとかそこまで頑張ろうという気になってきます。お、小屋が見えてきました。ようやく着きましたね、合戦小屋。お、見えて見えた。スイカはもうないという話をさっき誰かがしてたんですけど、確かになさそう。ようやく着きました、合戦小屋です。はい、それでは円山荘の方に向かいます。ここから円山荘までは1時間ちょいぐらいですかね。円山荘に着いたらテントを立ててお昼は食べて、天正の方まで行けたら行こうかなと思います。燕岳まで 2.3 キロ。燕岳と円山荘が見えました。もう少しですね。もう稜線に出たのかな。この辺はちょっと鎖がありますね。そんなに危険ではないですけどと言ってたらこけそうになるという。よくあんな高いところに山小屋を建てようと思いますよね。青空が見えてきた。いいね。ここが天場ですね。まだそんなにテントが立ってない。さあ、そう着きました。やったー。
じゃあ早速テントを設営しましょうか。あそこがトイレですね。どうしようか。テントの設営が完了しました。テントの中から燕岳が見えます。はい、こちらで200円払うと給水ができるようになります。すいません。はい、それではお天正岳を行ってみたいと思います。ちょっと時間的に登って帰ってくるとだいぶ時間かかりそうなんで、多分途中で引き返してくると思うんですけど、はい、ちょっと稜線歩きをしてこようと思います。こちらですね、槍ヶ岳方面ですけど、槍ヶ岳は見えないかな、見えなそうですね。あれがお天正ですね。さっきまで雲かかってましたけど、はい、晴れてきました。うわ、この雄大な景色、すごい。ザックを下ろしてきたんで、はい、軽い。あの稜線をずっと歩いていくんですね。ここからこうあっちの方まで結構きつそうですね。なかなか槍ヶ岳は見えないですね。円山荘からずっと、稜線沿いを、歩いてきてるんですけど、細かなアップダウンは結構あるんですが、そんなにきつい登りとかはないんで比較的楽に行けてます。野口五郎岳、あとは水晶岳、すごろく岳、いろいろありますね。ちょっとパッと見全然よくわかんないんですけど、はい、平日だけど結構混んでますね。休日はもっとすごいんでしょうけど、でもこっちまで来ると全然人いないですね。もうあれかな、みんなピークは過ぎたのかな。おお、すごい岩が切れてる。この辺はちょっとスリリングなゾーンに来ますか。何キロ ?5.6 キロ。結構あるな。
めっちゃ綺麗によく見えるんですが、遠いな。すごいなこれ。ここぐわーっと降りて登ってあそこ行くのか。うわ、下って登り返し登るか。結構滑りそうなのも怖いですねここ。うわ怖っ。はい、こっから登り返しですかね。ちょっと日が出てきて暑くなってきました。さっきまで風が冷たくて寒かったんですけど、今すれ違った方が教えてくれたんですけど、30分ぐらい前にこの先のはしごのところでクマが出たということです。はい、ちょっと怖いですね。はい、もうすぐ登り返しも終わりかな。うわ、まだ遠いな。露天商めちゃめちゃ遠いな。はい、ここら辺のドロップハウスはめっちゃいいですね。気持ちいいですね。はい、露天商岳の近くまで来ましたが、ちょっともうこれを登る元気は今日はないので、ここで引き返して円山荘の方に戻りたいと思います。はい、大下りの頭までの、急登がしんどすぎます。大下りの頭ですね。よいしょ。はい、つば九郎が見えてきました。行動食を持ってくのを忘れたんで、ちょっとエネルギーが切れかけ、位牌に戻ってきました。とりあえずテントに戻って休憩しよう。テントめっちゃ張ってある。出発するときはそうでもなかったんですけど、今はこっち側だけで16針、全部で25針ぐらい張られてます。でもまだ余裕ありますね。よし、戻ってきた。ご飯が食べ終わりました。結構寒くなってきましたね。おはようございます。今日はつば九郎岳に登ろうと思ってたんですけど、夜中の
間からずっと雨が降ってまして、今はちょっと止んでるんですけど、今日はとても何も景色が望めなさそうなので、テントを撤収しておとなしく下山しようかなと今考えてます。テントの撤収が完了しました。はい、もう今日は燕岳登るのは諦めて、このまま下山しようと思います。はい、じゃあ下山開始です。風がめちゃくちゃ強い。雨は今は降ってないんですけど、燕岳もまた登ります。何にも見えないですね。はい、少し雨が降ってきました。こちらが合戦沢の頭ですかね。はい、合戦小屋に到着しました。ちょっとなんか食べていこうかな。雨が結構本格的に降ってますが、ちょっと待っててもやみそうにないので出発します。はい、富士見ベンチに到着です。結構急登で足場が滑るんで怖いですね。はい、こちらが第3ベンチですね。だいぶ降りてきました。はい、第2ベンチです。最後の第1ベンチに到着です。あと1キロ、もうすぐです。よし、ようやく中房温泉の登山口まで戻ってきました。途中ちょっと第1ベンチからここまでの間で一回足を滑らせて尻餅をついてしまったんで、ズボンが泥だらけになってしまったんですけど、なんとか無事に下山することができました。はい、中房温泉に到着しました。はい、今回は初めての北アルプス登山ということで、燕岳の方に行ってきました。結局は燕岳も露天商岳も両方とも登頂はできなかったので、単に上に登ってテント泊をしてきただけということになってしまいましたが、円山荘に着いたとこから見える、稜線の素晴らしい景色は、これは登る価値があったんじゃないかなと思います。今回初めて北アルプスだったので、初心者でも簡単に登れる山ということで調べて、燕岳を、選びましたが、初めの登りはやはりかなり急登で大変でしたけども、登ってしまった後は、稜線歩きは非常に良かったです。これから、北アルプスチャレンジしたいなと思う方がいましたら、ぜひこの動画を参考にしてみてください。はい、ということで今回はこれで終了です。はい、お疲れさんでした。こちらが第2駐車場です。
第一駐車場は予約専用なんですけど、無料の駐車場としてはここが一番近い駐車場になりますが、平日でも11時ぐらいの段階でほぼ満車でしたので、ここに止めようと思う方は時間を気をつけてください。